ありがとうございました。ということでございます。ということで今日なんですけども、とんでもない魚が入りましたと。それがこちら150キロのカジキってことでね、それではこちらをさばいていくということで、こちらがですね、和歌山県産の黒川カジキでございます。でかいでしょう。買っちゃいました。結構いいお値段しました。僕ね、これ前からさばきたかったんです。こういう動画が撮りたかったんですけど、今まではさばいたらどうしたらいいっていうことだったんですけど、店舗ができたらこれさばいて余った身は店舗で格安で販売できるということで、今日買いましたよ。はい、なんで今日はこちらの黒川カジキをさばいていきたいと思います。そして私、とんでもない包丁を作りました。もうメルマガ会員様とかには発表して結構な本数、ありがたい話で購入していただいている状況なんですけども、メインチャンネルで初公開、こちらじゃん、僕のこの金子道具店のマークと、そして開けますよ、じゃん、シリアルナンバー付きです。まずこれは撮影用なんで幻の0001です。金の箔押し、切りのしっかりとした箱に入ってます。そして開けていきますよ。せーの、オープン。どうですか。そうなんです、出刃と柳作っちゃいました。以前気まぐれブラックっていう包丁を作った時にこれ1本で完結できるってお伝えしたんですけど、でも実はずっと本格的なやっぱ和包丁作りたいなっていう構想はあったんですよ。ただ正直和包丁ってこう家庭で使うにはちょっとハードルが高かったんです。でこの店が始まって僕すごい言われるんです。金子さんの動画見て魚屋さんで働くようになりました、お寿司屋さんで働くようになりました、市場で働くようになりました、すごく言われるんです。でそんな熱量高いお客様に背中を押していただきました。実際もう出刃と柳をもう出してくれと、そういう意見めっちゃ多かったんでやっちゃいました。これ1年かかりました。より本格的に魚をさばきたい方のための包丁を作っちゃいました。できました。で包丁って材質によってはすごくかけやすかったりだとか錆びやすかったりだとか、扱いが難しいんですけど、プロの方も満足していただけるし、初心者の方もすごく使いやすいような、そんな和包丁できました。結構ね、むちゃくちゃこだわって作ってるんでめっちゃ長くなっちゃうんですよ。工場のシーンとかもいっぱいあるんですけど、そういうのはセカンドチャンネルにアップしますんで、ぜひ見てください。すごいです。で材質が錆びにくい超硬いステンレスですね。 AUS8 っていうやつなんですけど、ちょっと専門的な話になりすぎちゃうんでカットしますけど、すごくその材質とかこんなこだわったよっていうのはぜひセカちゃん見てほしい。でかっ。でかいでしょ。そう普通に遊びに来てくれてました。はい。これ竹焼きでしょ。そうそうそう。どうも。カジキ。こんなのが取れるんや。うん。黒川カジキ。100キロ超えみたいな。150キロだね。こんなん競りかけたらね、結構値段するよ。ね。それはもうその数万円じゃ買えない。買えない。そうやんね。お客さんに振る舞うみたいな。安く格安でみたいなところではあるね。下身はお客さんに使うって感じかな。で下身は中でおろす。上身はみんなに配ろう。下身はさばいて後日提供します。ありがとう。こんな感じでありがとう。ありがとうね。本当に金子君マジで。全然手伝ってもらう。釣り行こうねまた本当に。ちょぶちこ。連絡する。連絡して。行こう。またじゃあね。ちなみに来てば。ありがとう。皆さん買ってください。とりあえず包丁作りましたっていうのと、それを使って今日は試し切りをしていきたいなと思います。試し切りってもう相当さばいてるんですけど、このぐらいのお魚もいともたやすくさばけますよと。気まぐれクック GO です。いきましょう。でね、僕このカジキマグロ使った料理ですっごい美味しいレシピ持ってるんですよ。めっちゃ大好きなやつ。カジキマグロって結構こう淡白というか、特に白川カジキなんかは、それがまた良さではあるんですけども、淡白なんだけどこの食べ方すると超美味しい。お子様も大好き。ぜひ真似してほしい。黒川は結構どこでも売ってますんで、メカジキでやっても美味しいですよ。じゃあということでさばいていきましょう。どのぐらい切れるか、ここのワンブロック抜いていきましょう。まずこのカジキは針状の鱗に守られてるんで、ちょこっとこう取っかかりを僕は作ってあげます。ちょっと鱗を取るような形で。そしたらまず1本渡します。うわすごっ、もうサックサクいきます。ズバッと一刀両断でここ入りました。そしたらこっちもいきます。ちょっとだけ取っかかりを作る。そしたらここから入れていくと。
うわー美味しそうな身。これお刺身バッチリですね。ほらはい来ました。そしたらここですね。ここに包丁を入れていくと。でこう持ち上げながら骨を断ち切り、これすげえ美味しそう。サシ入ってるわ。でここですね。こう入れます。まあどんだけ大きくても魚は魚なんでさばき方一緒ですね。まあ、持ち上げながら剥がしていくと。よいしょ、持って、よいしょ、ほいブロックで、まあ正直長い包丁の方がさばきやすいですよ。でも出刃でも簡単におろせるんだよっていうのを今日は皆さんにお見せしたかった。こうです。だからもう結局どんな大きい魚でもブロック状にしちゃえばこっちのもんなんですよ。ここからまずトゲの隙間を作って、でズバッと1本入れて、で奥までスーッと入れましたら、こっち背中に入れて、でここを持ち上げる。ここ取っかかりできますんで、ここを持つ。で持ったところから開いていくと。はいよっしゃ。重てー、重い。ほら、いいな。これはいいものだ。綺麗にちゃんとサシが入ってる。これがいいカジキの条件です。特にこの背中のところ、ここものすごく分かりやすいです。中トロみたいにこう横線がいっぱい入ってますよね。これ油です。そしたらここも一緒で、カマまで来たらちょっと方向転換してカマは避けると。こうですね。さもなんか今までようやってきとるような説明しますけど、僕はカジキを出刃でさばくの初めてです。魚の骨の構造さえ分かってれば簡単です。まあ、コツとしては必ず奥深くまで包丁を入れる。包丁を入れてしっかりとこの骨、ここの骨まで達してあげる。しっかりと通す。そしてここに腹骨があるんで腹骨を断ち切ること。で入れます。ここに入れる腹骨があるんで、こう腹骨を断ち切りました。そしたら、あとはここから包丁を入れて、こういう風に下ろしていくと。はい、こんな感じ。はい、どうですか、また油あるでしょ今日これ。ありますね。ねえ、これはめちゃくちゃ美味しいですよ。これは刺身でも全然いける。明日これ超お値打ちでやったってください。はい、お願いします。で一旦僕これ片身だけ全部抜くんで、上身だけ抜くんで、あとは流しました。はい、わかりました。でこの上身はなんかもうみんなに配ろうかなと思ってます。さばいた上身は。はい、下身はねさばいて後日やったってください。はい、わかりました。どうっすか。こんなに油あるの初めて見た。ね、これ大当たりです。ね、これはいいよ。でも針がやっぱ痛いね、ここね。このこれね。痛い。で尻尾の方はここくっついてるんで。いやもう慣れちゃったな。なんかほんとマカジキみたいな黒川だな。よいしょ。ドン。いいでしょう。ちょっといただこうか。贅沢に。いただきます。うめえ。醤油欲しい。うまいこれ。やばい。うまっ。バナナ食べてこれ。全部いっていいですよ。お、うまっ。めっちゃうまい。うまい。うまっ。うまい。これ刺身に、これいいですね。これ刺身にやった方がいいね。刺身がいいですね。刺身がいい。明日は魚一番カジキパーティーです。これ本当にうまい。最近食べたカジキで一番美味しいね。
これマカジキみたいですね。マカぐらい油あるですね。へえ、黒川ここまで油持つんですね。今時期なんですかね。正直黒川にしたらちょっと値段は意外とするなっていう印象だったんですよ。安いわ、このクオリティだったら。引っ張りながら包丁を滑らす、引っ張りながら包丁を滑らす、これの繰り返し。よしよし、 OK、 いきますよ。せーの、よいしょ、じゃん。おろし終わりました。はい、というわけでおろし終わりましたと。どうでしょうか。片身きれいにおろせました。じゃあこの片身は明日スペシャルで販売したいと思います。で残りのブロックはスタジオでさばいて料理していきたいと思います。それじゃあスタジオに帰宅。ただいまということでスタジオに帰ってまいりました。じゃあブロックを持ってまいりました。ドーンと背中の最高にいいところを持ってきました。で30分バカピチッとして軽く脱水をかけてます。そしたら今日はこちらのカジキを使ってカジキのお刺身、そして冒頭でも言った通り僕の大好きな料理カジキのお好み焼き風、これ作っていきましょう。このカジキのお好み焼き風は本当にこれ僕いつか動画でやりたいなってずっと思ってたんですよ。で本当にこれ美味しいんで、ぜひカジキが手に入った際はやってみてほしい。もう明日スーパーに行ってカジキ買いに行ってこれやってほしいぐらい、そのぐらい美味しいです。ハードルぐんと上げます。そしたらよいしょ、包丁、新しく作った包丁ね、これすごくいいです。あんだけ大きいカジキバシャバシャさばいても一切の刃こぼれだし、普通のステンレスじゃないちょっと加工が難しい、そして錆に強くて耐久性があるステンレス使ってますんで、すごくいいものです。で先ほど出刃で1匹丸ごとさばきましたんで、次はこちらの柳、こちらを使ってお刺身作っていきます。で今回鞘もついてます、こういう形で。でこれすごいのがいきますよ。わかりました？今のほら、これここに磁石がついてて、もう入れると自動的に閉まる仕組み。振っても落ちてきません。なんで保管するときは箱で保管してもいいですし、こういう風にね出刃もついてますんで、こういう風に保管することが可能です。めちゃくちゃかっこよくないですか。刃先と柄の先端にキラキラがついてね、超美しい仕上がりとなってます。機能性も見た目もバッチリ、そんな包丁でございます。さあじゃあやっていきましょうか。ではさばいていきます。ブロック大きいので柵状にしていきます。でこっちの部分は割と筋っこいんだけど結構油乗ってる部分ですね。力身です。でこっちは筋がないけど、油がちょっと少ないかなってところですね。なので一度筋っこいところと筋がないところ、ここで分けます。どうですかこの切れ味、すごないですか。カジキの筋も難なくいけちゃう。で皮をこうやって外していきます。こういう風に、はい、ブロック状になりましたと。でこっち側も皮を剥いでいきます。はい、 OK。 そしたらお好み焼き風はこっちの筋っぽいところ、これを切っていきます。1切れ2切れ、あんまり厚すぎると火が入りにくいのでこのぐらいで、ちょっとここでこれ隠し包丁を入れます。タレが馴染みやすいようにね。であと筋をちょこっと切ってあげる。はい、そしたらここに下味つけていきます。まずは塩、そして胡椒で、この下味めっちゃ大事なんで、ちょっとめんどくさいかもしれないんですけど、塩コショウしてあげてください。普通の味塩とかでも全然 OK です。ちょっとだけ冷蔵庫でなじませます。でその間にお刺身切っていきましょう。よいしょ、こっちですね。新鮮なカジキは刺身がうまいですから、今日大一番でも刺身定食には入ってると思います。そしたらまずここ1本取ります。いきますよ。スーッとこんな感じ。そしたらこっちの内側の方は筋がさらに少ないです。なんでここはこう分けます。でこっちちょっと筋っこいで、こっちは筋が少ない方ですね。もうここなんかめっちゃお刺身向きです。で筋が多いところは一度これお湯の中にジャボンと入れて表面だけ火を通してあげて、湯引きみたいにしても美味しいですね。湯引きにしてさらにそこに醤油をつけて漬けみたいにしてもいいですね。
今サクッとお刺身切っていきます。やっぱり柳刃はこのぐらい重みがあった方が切りやすいですね。特にマグロとかこういったね、カジキマグロ、ブリとかサーモン、そういった魚は切りやすい。じゃん、紅。難しい。はい、カジキのお刺身の完成。そしたらソースをまず作りましょう。このソースがかなり決め手となってきまして、でめっちゃ簡単です。もう用意するものを3つだけです。まず1つ目、はい、お好み焼きといったらね、マヨネーズですね。マヨネーズ、そしてとんかつソースです。お好きなソースで大丈夫です。僕はとんかつソースが好きなのでとんかつソースにします。そして鰹節ちょっと多めに。でまずソースとマヨネーズこれ混ぜていくんですけど、ソース1に対してマヨネーズ2ぐらい入れてください。ちょっと少なくて 1.5 から2ぐらい。僕マヨラーなんで2ぐらい入れます。このぐらいソース入れました。大さじ1ソース入れたらマヨネーズ大さじ2入れましょうねぐらいの感覚ですね。そしたらここに鰹節を大量に入れましょう。もりもりに入れます。でこれを混ぜます。いい感じですね。はい、これでソースの完成。おバカみたいなソースなんですけど、これがめちゃくちゃうまいんだ。材料3つって言ってましたけど、これもあるといいですよ。青のりとか青さのり、これは後掛けです。あってもなくてもこれはどっちでもいいです。はい、これがソースできましたと。はい、そしたら小麦粉、こちらのカジキに小麦粉を軽くつけていきます。で余計な小麦粉を払って、このぐらい白く粉がかかる程度ですね。小麦粉つけてあげると綺麗に焦げ目がつきます。でタレの辛みも良くなるんで、小麦粉は必ずつけてください。 OK。 そしたらフライパンに油気持ち多めです。でここにニンニクですね。ニンニクは好きな人は入れればいいって感じですね。ニンニクの香りを油に移します。はい、じゃあ焦げる寸前でニンニクは救出します。これは後で乗せてもいいし、乗せなくてもいいです。香りが大事でした。でここで中火から弱火にしてカジキを焼いていきます。でこの時にあんまりいじくらない、しっかり焦げ目をつけてあげます。でちょこちょこ様子を確認。これまだです。全然です。いい感じですね。でこれで両面しっかり焼いていきます。で切り身が分厚くて中に火が入りにくい場合は蓋をして蒸し焼きで入れてあげる。熱をほら蓋するとよくわかると思うんですが、こんだけカジキから水分が出るんですよね。この水分で蒸し焼きにしてあげると、ちょっとこの厚い切り身でもこういう風に火が入っていきますよと。とにかく焦げ目が大事です。はい、そしたらこちらを盛り付けていく。付け合わせでキャベツあると。はい、そしてここに先ほどのソース、これをたっぷりとまんべんなくです。でこれかけるとこのカジキの熱でマヨネーズがいい感じに溶けるんです。そしてカジキに馴染んできますんで。はい、そして青さのりをファーッと。はい、これでカジキのお好み焼き風の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。じゃあまずはわさびをスリスリしましょう。よし、そしたらじゃあこちらのカジキのお好み焼き風からいきましょう。よし、熱でマヨネーズが溶けていい感じです。中までしっかり火も入ってます。いただきます。うおー、うめえ。これです。
カジキの一番うまい食べ方これです。くっそうめえ。これ騙されたと思って皆さん1回だけやってみてほしい。本当に美味しいから。うまくないこれ。マジうまい。マジでうまいねこれ。初めて食べました。本当？はこれね、うちの地域給食でよく出てきたんだと。い。地域バレしないですか？でも結構あるあるよこれ給食。俺その時の給食で大好きだったメニューなんですよねこれ。これとサバの銀紙焼きみたいなやつ、あれ好きでしたね。それが出る日はテンション上がってましたね。大人になったからもうどんだけでもこれ作って食べれちゃう。そして大人の中でもちょっとまた特殊なタイプの大人になったもんだから、仕事で150キロのカジキを1本丸ごと仕入れて自分の店でさばいて、さばきたてをこういう風にしてこれが仕事になっちゃっているっていうことも可能ですわ。着地点マイナスぎまあ言いたいことは皆さん伝わったと思います。とにかくうまい。丸々1匹さばく必要ないので切り身で買って皆さんはやってください。うまい。これ本当にやばい。これちょっと太郎に言ってみよう。お店で出せないって。魚一番の一品メニューでお魚嫌いのお子さんとかにぜひ食べてもらいたい。カジキって骨がないのですごく食べやすいから、ちょっとマヨネーズの量だけ、調整してもらって、多分これお子さんに作ったら何食べたいって言われたらこれって答えるお子さん増えると思いますよ。そんなメニューです。そしてやっぱり鮮度のいいカジキはお刺身が最高にうまいぞということでお刺身も作りました。切り身の段階では伝わりにくかったと思いますが、刺身にしてみるとこのサシがよく分かりますね。ほらもうバッチリサシが入ってる。わさびをつけていただきます。うわうまい。いやカジキ最高だな。美味しいわ。はい、ということで今日はこちらの100キロオーバーの脂の乗った黒川カジキのお好み焼き風とお刺身ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、茶色いやつ。ちょっと今から運転があるのでこちら茶色いやつでいかせていただきます。今日の茶色は漢字4文字の健康の健という字と美しいという字が真ん中にトントンと入ったそんなお茶ですね。いただきます。洗い流された。でっかい魚ってうまいね。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はカジキをさばいて僕の大好きなメニュー作ってみましたけども、あれ本当おすすめです。作ってください。いやーにしてもすごいな。余裕でさばけましたね。ちょっと改めて紹介なんですけど、こちらの私が作ったクック和包丁2本セットです。出刃と柳で、出刃がこれ刃渡りが18センチです。僕の中で一番ベストな刃渡りのサイズなんです。家庭用でもプロ仕様でももうどちらでも使えるサイズ感、僕の大好きなサイズ感でございます。頭を落とす、骨に沿うで硬い部分に包丁を入れる。今日みたいな大きな魚でもブレずにしっかり力が入りますんで最高の出来上がりとなっております。でこちらが柳お刺身を切らせていただきましたクックの匠でございます。こちらが刃渡りが27センチです。長い刃を一方向に引くだけでスパッと切れて繊維を潰さないです。なのでこういう感じでね、ちょっと筋っぽいカジキマグロでもこういう感じで綺麗なお刺身が仕上がるんです。刺身の断面これ見てください。この艶やかな断面、これです。いい包丁で切ると刺身は本当に美味しくなります。よく YouTuber さんがね検証してるじゃないですか。これ本当に素人さんが切れない包丁で切った刺身とプロが切れる包丁で切った刺身、同じクオリティの魚でもまるで違いますから、びっくりしますからね。刺身は本当に切れ味が大事です。この2本あればもうさばいてお刺身まで全部完結できます。ようやくできた。お待たせしました。これが豪です。魚を豪快に断ち切る力強さ、そういったものを表現した名前にしました。いい名前でしょう。こっちが匠、素材を最大限に引き出せるように巧みな繊細さを表現するという意味を込めてこの名前を付けさせていただきました。豪と匠でございます。もう子供みたいなもんです。僕の
でこっちちょいちょい素材の話をしてますけど、これが詳しく話すとステンレスの AUS8 っていう素材、ちょっとマニアックなんですけど、そういう素材を使っております。で簡単に言うと、ステンレスの中でもより錆びにくく、そして扱いやすい仕様となってます。手入れが難しい和包丁を初心者の方でも扱いやすいように改良いたしました。で今この場にはないんですけど、こちら砥石もセットで付けさせていただきました。なので切れ味が落ちたらそちらの砥石で研いで切れ味を復活させてください。僕の魚市場がある地域ですね、常滑産の砥石を使っております。でこれ本当に気まぐれブルーとかブラックとかゴールドよりさらに作るのがすっごい手間がかかってまして、本数がマジでできないんですよね。なので限定250セットの販売となってます。でこれもう今メルマガ会員さんだけで結構な本数が売れちゃってまして、あんまり数はないんですけど若干数ございますので、ぜひということですね。で今回数に限りがありますんで、こちらの切り箱にシリアル番号が入っております。完全シリアル付きの超希少な和包丁セットとなっております。販売価格がですね、2本セット、そして砥石込みで税込み送料込みで11万円でございます。いい和包丁セットをお探しの方はぜひいかがでしょうか。決して安い買い物じゃないんですけど、これは一生ものの包丁なので、もう普段の生活に魚さばきを取り入れて、もっともっとね魚さばき上達していきたいよって方はぜひこの和包丁セットご検討いただけると嬉しいです。で製造工程とかそういったの気になる方は後日サブチャンでもがっつり上がりますので、ぜひそちらを見てからご購入検討いただいてもよろしいのかなと思います。すっごい手間かかってますこれ。というわけで和包丁を作りましたよって、そもそも僕が正直これ欲しくて、自分用に作ったみたいなところは正直あるんです。せっかくだから皆さんともお揃いで持てたらなということで、ちょっとお値段高いんですけど若干数販売もあるということなので、ぜひ皆さんご検討よろしくお願いします。ということで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。